やってない方と比べてみましょうか。大きさが違う。すごい違う。そう、もうこれだけでパンチ力実は全然変わるんですよ。あるぐらいのタイミング。すいません。フェードアウトしちゃいましたけど、頭の中は後ろに飛ばしてるから。そう。いや、おっしゃるなり全然違うんですね。全然違う。なんか本当イメージ変えただけなのに、全然なんて言えばいいのかな。こんにちは、金子です。今回は格闘技ドクターでありスポーツ安全指導推進機構代表としてスポーツの安全に関する発信を続けながら、現在はその枠を超えて訪日学校の講師やさまざまなメディアでの寄稿など、医学を使って人間の能力を引き出す方法を一般の方々にも分かりやすく伝えているドクター F こと二重作拓也先生のスタジオに来ております。じゃあ二重先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高血チャンネル久しぶりで嬉しくて緊張しております。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。二重作です。格闘技ドクター、それから今はパフォーマンス医学というのも追求してまして、要はその格闘技のみならずあらゆる人が今の持ってる体の使い方がさらに良くなっていく、もっと理想的に動けるにはどうしたらいいかっていうところをですね追求してまして、レントゲン相変わらず放射線浴びたりしながらこうやったらいいんじゃないかなみたいなことをやってます。これはですね、ちょっと、こちらちょっと多分僕のチャンネル見てる人すでに持ってる方も結構いらっしゃると思うんですけども、このパフォーマンス医学って二重作先生の新書なんですけど、コロナ禍でもう正直もう、これもう見ればもう誰でもすぐその場で変化が体感できるっていうぐらいもう面白いことがたくさん書いてあるんで、ぜひちょっと読んだことないよって人はもう概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからちょっと一度手に取っていただきたいんですけども、ちょっと今回ですね、せっかく二重先生と会ったので、この書の中から、その格闘技に使えるものをちょっとピックアップして、せっかくなんで習っていきたいなと思うんですけど。いやもうチャンピオン教えることはないんですけど、じゃあ一緒になんかいろいろディスカッションしながらね、一緒にこう作っていければいいなっていうノリでもよろしいですか。よろしくお願いします。じゃあどうしましょう。とりあえずこの中で特になんか興味持たれた場所とか箇所とかですね、もうちょっとこれとかの中でも一番最初までパッと出てくるやつで、そのイメージを変えただけで手が広がりが変わったりとか、握りが強くなったりとかっていうのとかはちょっと面白いんで、それとかはもうなんか視聴者の人が画面の前でも体感してもらえるかなって思ってるんで、それとかはちょっとせっかくなので解説してもらいながら、僕もその場でちょっと実際にやりながらみたいなことをやってみたいんですけど。わかりました、了解しました。じゃあ視聴者の皆さんにも伝わりやすいように、絵的にもちょっと映えるなとやってみたいと思います。じゃあまずですね、見ていただいて、まずですね手をパッとザザナンと出していただいて、思いっきり手を指がっと開けるだけ開いてください。これ今纐纈さんのマックスですね。もう一回閉じて、今手を開くっていうのは脳の前頭前野っていうね、このサードアイの後ろのところでこういう運動をするっていう運動イメージができる、その運動イメージが計画としていろんなとことやり取りをしながら最終的な一次運動やっていうところに来ました。そこからビッて電流が流れて、筋肉が収縮してるから動くわけですね。もう一回もう一回広げるんですか。マックスでこの大きさなんとなく覚えておいてくださいね。じゃあ閉じて、じゃあ今度はですね、指がですねビヨーンと3倍ぐらい長くなっちゃったと。この指の先はここですよね。この指の先ここですよね。この指の先ここみたいな感じで、この指先ここみたいな感じで、この閉じた扇形がブワッと全開で開くっていう運動イメージに今変えました。変わったね。それをやってみましょう。せーの、結構違うんですよね、これ。どうですか。いや、そうなんですよ、これ面白いですよね。これ明らかに変わるんで。そうなんですよ。これ明らかに変わってくれるんですよね。今見てる方ぜひちょっと画面の前でもやっていただきたいんですよ。ぜひみんな一緒にやりましょうか。じゃあパッと出していただいて、普通に大きく広げばせーの、ぐわっでこんな感じですね。普通に広げるとこんなもんなんですよね。じゃあもう一回閉じてもらって、指が長くなっちゃいました。長くなったのを扇形先がブワッと開きます。せーの、
みたいな。露骨にこれ本当違うんですよね。ありがとうございます。はい、これだけでも本読んでとっつきでいきなり面白い。ありがとうございます。これ応用しましょうか、早速。でですね、こうやって手を大きく広げました。それでなんかこうよくこうなんかこう手首を掴むみたいな合気道とかあるじゃないですか。この時にパーグーパーグーって運動イメージでやると、パーグーで握ると握ると簡単に取れちゃうんですよ。こうやってもう一回パーグーはい。でも人間の手って5つありますね、指ね。で指の下のところはこれね平面じゃなくてですね、こいつは実は5本中手骨っていう骨が入ってるんですね。だからこの骨を一本一本別々にこうやって動かしてあげると手ってもっと動くんですよ。なのでなんとなくイメージで握るって言ったらここの拳頭から先の、ここの MP 関節から先をこう握るようなイメージになってると思うんですね、みんな。だけど実はこの手根骨っていうとこから手全体が動くっていうことを知っとくと結構手動きません、思いっきり。ここも動くっていう感覚が得られる感じ。そうするとね、実はこうやって動かしてあげて、拳を小さくヒュッとタイトに小指から握ると、もう一回握ってでこれ固めると結構ねタイトになるんですよ。これやってない方と比べてみましょうか。ほら違うでしょ、大きさが違う。すごい違う。そうもうこれだけでパンチ力実は全然変わるんですよね。例えば何にも考えないでパーグーで握るでしょ、こうやって構えて殴りますよ。パーグーで握るだけ切ってこんなもんなんですよ。でも一個一個バラバラって小指からパパパパって連鎖させて握るとこんな感じ違う。全然違う。やってみますか。まずパーグーで握るちゃう。握れる感じ。そう、これを小指からダダダって握るんだけど、当たる瞬間に全部握り終わるぐらいのタイミング。すいません。フェードアウトしちゃいましたけど。違うでしょ。ですからさっきの手の開き方をまず練習します。それから手がここから生えて一個一個バラバラに動かせるっていうことを理解します。今度は手をパーグーで握ってる人多いんですよ。空手の試合でもパーグーで握ってガンガンやってる人多いんですけど、パーグーで握らずに小指からパパパパパパッとこう当たる瞬間に全部がミートするような形でパンチを打つだけで露骨に変わります。全然違った。さっきの話に戻すけど合気道の話ですね。パーグーで握られると簡単に外れちゃうんですけど、これもパーから小指だけ、次薬指だけ、中指だけ、人差し指だけ、親指だけ、握った感が全然違う。なんかすごいフィットしてる感がある。なんかこうギュッてこうなんか皮膚に入り込んでる感覚すごいですよね。もう一回ちょっとじゃあ絵的に比べてください。パーグーで握るとそこまでいかないんですよ。僕の手のビジュアルを握ってる感覚が違うんですよね。そうだからパーグーやめて小指から一歩一歩小指にもうなんかなんかねグラパティに掴まれてるみたいな感じだって、これ外れないんですよね。わかります。なんか握った感覚が違うんで、こうなんか最初パーグーの時は確かにこうなんかスポッて抜ける感があるんですけど、こうやって握った時にこうなんですかね、相手の腕に指が食い込んでいく感じが。僕じゃあパーグーで握ってみるとこうやると簡単に外れますね。だけどこれ別々に5、4、3、2、1と別々に握るともう硬い。これはもう脳で作ってる運動イメージ自体が違うんで出てくるものが違うんですよ。だけどやっぱり多くのフルコンタクトファイターがパーグーで握る人は意外に多い。で習いはするんです。小指からちゃんと握る腰を作れる。だけど実際の試合の場面でパッと握っちゃうことは結構あるので、こうパンチ練習するときに画面近づけましょうか。パンチ練習するときは開いて小指からスル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 というふうに連動する。一つ12345の流れで当たる瞬間に持っていく。そう下に分かりやすく言うとこういう。そうです多分横の方。すいません。だからちょっとこうでまずパーグーで打ってみましょう。パーグーで、これよく見るやつです。スルスルをこっからこういう。そうおお来た。なんか当たった感じが硬いんですよね。そうなんですよ。石の拳っていうじゃないですか。これタイミングがすごく大事で、硬い拳で握ると弱いんですよ。わかります？
小指からパタパタって握るにしても、もう握り終わって殴ると、なんかこっちにが力んじゃってて、なんかパンチが打ちづらい。あとはもう硬さって握った時が一番硬いマックスなんですね。なんでこうやって握ったとしても固まったまま投げても殴ってもそうでもないんですよ。このままスルッ体の中にヒュッと入っていくような中で当たった瞬間のそのちょっと先で固まるっていうふうに運動イメージ変えちゃうと、でシュルシュルシュルとゆっくり練習してゆっくり。そう、まず人差し指の方向に体をこう向けて、この方向、ディレクションってこうでしょ、人差し指って相手を指すっていう意味なんで、このディレクションをまず最初に作って、でこのディレクションは分かりましたね、このディレクションに今度剣道が当たるわけだから、このディレクションに向かって小指からバラバラ、そうバラ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 、そうナイスナイス、痛いナイス、もう手がこんなになっちゃいました。ほら面白いですね、これ。明らかに多分やってもらうと絶対すぐ分かると思うんですけど、当たった時のこの感触はもうすでに違うです。そうなんですよね。殴った方も違う。全然違います。確実に分かります、これ。皆さんぜひね、まずすごく基本的なことなんですけど、握り方ですね。で今度グローブをやる方も、パーグーで握っちゃう人がすごく多いんですけど、本当に上手なムエタイファイターとか中で上手にこう指を可変させるんです。なので小指からちゃんとスッと握ると多分KO率も同じことやってるのに全然変わってきたりしますし、あと例えばグラップリングの方ですね、こうやってパーグーで握ると簡単に相手外れちゃいますんで、ここから小指からぐるぐるぐるっと一本一本巻きつけるようにすると、もうなんか持たれた時持たれた時に嫌な感じしますよね。こうやって握るだけでまず拳っていうのが変わってきます。これです。はい、ありがとうございます。また引き続きちょっと違う応用編を。じゃあ、先ほどは手の握り方なんですけど、今度は打撃そのものを、運動イメージを変えることによって打撃が変わったら面白いですね。パンチ変わったら面白くないですか？そうですね。要は別に筋トレするわけではなくイメージ変えるだけですもんね。そうなんですよ。でここで殴り合いたいところなんですが、なかなかね、一人で練習されてる方も多いんで、ちょっと原理原則だけまずやってみたいと思います。じゃあ画面に向かってですね、じゃあ右手の手のひらの上に左手をこうでこう鉄椎をこう落とす。思いっきり強く落としてマックスこんなもんですかね。もう一回じゃあちょっと面白いことやりますね。これ A 点、これ B 点に落とすんですけど、A 点から B 点に落ちた時に B 点がここまでゴンと当たる瞬間 B 点が落ちると思ってやってみましょう。この手がここまで、数十センチ下まで落ちると思ってついて痛いでしょ。これはゴールを今瞬間移動させるっていうテクニックなんですけど、ゴールがずっとここだと人間の体って絶対に潜在意識の中でここに近づくとブレーキをかけるんですね。だってこう動くけどなんで止まるかっていうと、反対側が収縮してるから止まるわけですよね。そうすると物を何か例えば掴む取りに行くっていう時に、こう果物があった時に果物に取る瞬間っていうのは基本的にはもうブレーキングされてるわけですよね。でも打撃で当たる瞬間ブレーキかかったらいかんですよ。でもね、ここに向かってパンチを打つっていうこと自体がブレーキングなんですよ。ブレーキしてるってことなんですね。だからここに向かってもう一回いきますよ。ここに向かって叩くって脳が決めちゃってるってことは、ここから先に行かないっていう筋肉を決めてるわけだから、反対側の行くなっていう方の筋肉が収縮するからここに止まってるんですよ。だからスタートからここまででいいんですけど、途中で打撃の途中でゴールをポンとここに変えてあげると、でポンっていくってこと。そう痛いですよね。高血チャンネル史上最も痛い絵になるんですよ。痛いですよこれ。でこれをですね、今度実際の打撃で応用するんですけど、僕ももう少し長い機械で持つんですけど、例えばじゃあ普通に何気ないジャブを打つと、ここがゴールだと思っていってしまうと、こんな感じですね。じゃあ当たる瞬間にピョンとちょっと飛ばしましょう。当たる瞬間に
おい、そうナイス。はい、じゃあ飛ばさずに最初から最後までここ軽っ、全然違う。軽っんだよ。当たる瞬間動かす。はい、もう一回ナイス。はいはい、じゃあ右ストレートいきましょう。まずここまで、ここ見て、そうそうそう。よく指導であるじゃないですか、の当たるところ見てみてみたいな。しか見ろって。これは正確には違います。当たるところ見た瞬間、その次の場所を見なきゃいけないんですね。はい。もう一回ちょっとまずはここ。まずはここ。あ、ここがちゃんと見てるんですよ。そう。はい。じゃあここからパーンと切りましょう。おい。ああ、全然違うんですよ。素晴らしい。はい。こういう感じで。そうですね。ここ見て叩くと明らかに自分でも止まっちゃうのが分かるですね。叩いた瞬間に。そうなんですよ。自分がもう止めてしまってるんですよ。そう、なんかさっきここで決めなんですが、ここを打つって決めて打つとブレーキングなんだよって言われてから、打ったら本当だって思いました。そうで、これはよく指導してる時にあると思うんですけど、あ、僕最初からそうやってましたっていうリアクションある時ありません？あれ実はあんまり良くないです。自然にやってましたっていうのは意識ができてないってことなんで、ここを狙ったらこうなるんだけど、ここのボールを変えるとこうなるって今2種類できたじゃないですか。これ実は一番いい、上達しやすい方法ですね。この比較できるものをちゃんと分かってると。そういうことです。そういうことです。はい。じゃあ今度引き続きなんですけど、じゃあもう一回ジャブに立ちましょう。はい。構えた時に拳ここからスタートしてません？バーン後ろに変え飛ばすね。全然違う。これ違う。なんすかね。もう威圧感も変わる気がします。あ、そうです。今立ってた時。なんでしょう。なんだろう。反応が遅れてるんだよな。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実践では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。